RC 統合。こんにちは。どうするです。名倉くんって言っとこうかな、今日は。はい。今日は、今話題の、まだ発売になってないんですけれども、もうすぐ発売になる、強商から発売される、フェザー D2 っていう、スプリンタートレノのね、AE86 のボディがついた、ラジコンのキットが発売されます。で、そちらのね、中身の方を、実際にどんなもんなのかなっていうのを、ちょっとね、うちはドリフトのサーキットやってるんで、そのホビーラジコンの視点から、ちょっとね、どんなもんなんだろうっていうのをちょっと見ていきたいなっていうふうに思っております。で、この86のボディ、まずボディがついてるんですけども、これはもう、どうですか実際86乗りとして。いや、いいんじゃないですかね。かなり良さそうだよね。はい。で、これで、多分これただのトイラジだろうっていうふうに思ってる人も結構いると思うんですけれども、値段が税込みで 46,200 円。これ定価なんで、これ量販店さんとかいろんなショップさんとかだと多分もうちょっと安いところもあると思うんですけれども、具体的な名前出しちゃうと、落成モデルとかだと3万円台真ん中ぐらいかな。で、販売されてるんで、その金額の価値があるのかっていうのをね、ちょっと検討していきたいと思うんですけれども、で、まず見ていって、フェザー D2 は完全新設計ドリフト専用シャーシー&メカ搭載、これがドリフト RC の新たなスタンダードっていう風でね、かなりガチな感じですよね。で、フェザーシリーズに手軽にドリフトを楽しめる RWD モデル。フェザー D2 が新登場。リアルなウルトラスケールボディと完全新設計のドリフト専用シャーシーにジャイロユニットを搭載し、より手軽にドリフト走行を体験できる。またこのシャーシーはホイールベースやトレッド調整が可能で、多様なボディの装着が可能。そして、セッティングやチューンアップも自由自在。ドリフトの世界に飛び込みたい方にぴったりの本格的ドリフト入門用レディセットということで、ね、まずここであったように、まずこれ、ホイールベースが変えられる。で、ボディも、いろんなボディが付けられるっていうところですよね。で、トレッドも変えられるっていうことなんで、この時点でもうすでに、トイラジオの域をもうかなり出てるというところはもう理解できるんですけれども、どうですか？そうですね。すごいですよね。よくあるトイラジとかだと1万円ぐらいで、本当に、決め打ちみたいなやつとかが多いんですけど、これはもうちょっとね、この時点でもう、意気込みが違うと。で、ここの、ドリフトの世界に飛び込みたい方にぴったりの本格的なドリフト入門用レディーセットというところですよね。でね、見ていくと、まずボディパーツなんですけれども、ウルトラスケールボディプラスっていう風で、ボディ、ライトバケット、バンパー、ミラーを忠実に再現しており、車としての造形の細部まで徹底的に作り込んだ、走るディスプレイモデルとも呼ぶべき、ウルトラスケールボディがポリカーボネートボディに穴を開けないウルトラスケールボディプラスとしてさらに追求っていう風でね、この金額で、このクオリティのボディがついてくるっていう、これ本当についてきたらこれすごいことだと思うんだけども、やばくない？ボディだけで。ボディだけ欲しいよね、これ。1万ぐらいは楽勝でいくと思います、いや、これ1万じゃ買えんだよ。だってこれ、確かこれって塗ってあるんだよ。そうですよ。だってこれ、普通ボディ買ったらだいたい今だと1万円近くするんですけれども、それに、塗る作業が発生して、じゃあこれ誰か塗ってくださいって、本当にかっこいい感じで作ってもらおうとすると、じゃあそれにプラス2万だ、3万だってかかってくるんですよね。そうすると結構値段がかかるんですけど、これも最初から、リトラクタブルヘッドランプはある、アクは、で、フォグランプはついてるわ。もうテールとかも全部ついてるんで、これはなかなかだよ。小物もワイパーとかついとるみたいなんで。そう。本当だ。これ8度乗りとしてはやばいんじゃない？そうですね。ね。でね、説明としては1983年登場のモデルながら、現在でも根強い人気を誇るトヨタ AE86 スプリンタートレノをウルトラスケールボディで再現。フロントバンパーとリアバンパーをブラックパーツで再現し、これめんどくさいんだよね、塗り分けると。これパンダトレノってやつだよね。そうですね。ね。よりスケール感が増して、さらに特徴的なリトラクタブルヘッドライトの開閉手動も可能って。これ開くんですよ、やばくね？で、ホイールはもう最初から、スライド性能とコントロール性を両立した樹脂製ドリフトタイヤを、標準装備。このタイヤがどんな材質かは気になるよね。そうです。どのぐらい食うのかっていう風で、これもね、ちょっとね、実物を見たらちょっと試してみたいと思うんですけれども、あと、ホイールをはめ込むハブにはダミーのブレーキキャリパーとディスクを装着。
マシンのスケール感向上に大きく貢献。これ最初からもうついてるんだね。ということですよね。でも、これリトラクタブルライトについては、別売りのマイクロサーボ、ONMS18LED ライトユニット、97054-4HR とかね、そういうのスーパーチャージャーセット、サーボマウントプレートとかね、とかをつけると自動でこういう風に動くっていう風なんで、ちょっとこれはなかなかやばい感じなのかなっていう風でね。で、まあ、ボディのマウントシステムね、新ボディマウントシステムっていう、要は、こういう、ホビー用とかでも、初心者で言うというのは大体ピンが出てて、棒が出てて、それピンで固定するっていう、ボディを固定するタイプなんですけど、これはもうボディからそういうのは出てこないので、まあそういう意味ではよりリアルを実感できる感じになってるのかな。うん。ボディ固定用ポスト&ピンが外部に露出しない新設計、セルスタイプのボディマウント採用より実写的なルックスでのドリフト走行を満喫できるという風ですよね。これはいいよね、すごく。マグネットじゃないってマグネットじゃないね、これ。ないんですよね見たでも、ちょっと見てみないとわかんないよね、これ。まあそうです。これ平らの棒があって、これどうやってくっついてんだろうっていう感じだから、引っ掛けるのかマグネットなのかっていう感じだと思うんですけどね。で、シャーシーパーツについては、まあ中身の方ですよね。アジャスタブルドリフトスペックメインシャーシー。ドリフト専用スペック&調整可能なメインシャーシー。樹脂製メインシャーシーは前後分割方式で、接続ポイントの変更によってホイールベースの調整が可能。これ240から274までホイールベースが変えれるっていうので、これはすごくいいと思う。で、搭載するボディに応じたホイールベースとトレッドに変更できるっていう風なんで。で、これトレッドも変えれるんで、ロアアームのフロントとリアが、リアに関してはこれどう見てもこの調整式のやつなんで、多分これ一つで幅を変えれると思うんだよね。フロントに関してはこれ、多分変えれるのかな。ボールエンドでボールエンドで長さを調整するって感じが、あ、この大中小っていう感じで変えれるんだよね。リアもユニットを変えるようなイメージ。多分ユニはこういう感じになってて、合わせになってて、パコってずらして締めていくって感じじゃないかな、これ。そういうこと。ネジ調整式だ。よく、なんだか、スリーレーシングとかにあったような感じになるのかなと思ってね。で、バッテリーも、ロングおよびショートバッテリーの搭載が可能っていう風で、サイズの異なるバッテリーパックにも対応可能なバッテリーホルダーを装着。汎用の RC カー向けバッテリーパックのほとんどが搭載できるって。これもいいよね。もうこの時点で、トイラジ完全にもう凌駕してるっていうね。で、フロントコンポーネンツ、まあフロント周りなんですけども、十分な切れ角を確保できるロングスパンタイプのフロントダブルウィッシュボーンサスペンション。キャスター角やロールセンターなどのジオメトリーも変更も行えるということで、このフロント周りはどっかで見たことあるよね、これね。そうです。形が、はい。メーカーは言えないんだけど、まあ結構似てるなっていう風なんですけれども、これで、あと、この、ステアリングポストかな。十分な切れ角を確保できるロングスパンタイプのダブルウィッシュボーンサスペンション、キャスター角やロールセンターなどのジオメトリーも変更が行えるっていう風でね。これあとすごいなと思ったのは、ステアリングの、ステアリングポストのところがあるんですけども、これの位置を、要は、ひっくり返すことによって前にしたり後ろにしたりすることができるっていう風なんですよね。後ろにするとちょっと待ったり、前にするとちょっとクイックになるっていうので、これも、おって感じなんだよね。形もだいぶ独特。要はこれひっくり返す、ね。これね、ヨコモの RD のように。そうなんだ。似てる。で、ヨコモも RD も最初下の方でついてるんだけれども、で、要は今、オプションで2ミリ前に出すっていうのが出てるんだけれども、まあこいつは多分これひっくり返すと2ミリぐらい前に出るっていうそうすると、まあコーナーでのその多分脱出のスピードは多少上がってくる。もう少しクイックに行くっていう感じにはなると思います。で、あとすごいのが、4通りに調整可能なキャスター角。要は、ロアのサスホルダーとアッパーのサスホルダーってアーモーのホルダーのところをこれひっくり返すことによってキャスター角が5度から9度まで変えれるんですよね。これなかなかすごいよね。簡単にできるとなお良いんですけど。多分これはちょっとまあ外してピンとか差し替えとかになるのかな。で、あとロールセンターも変えれるっていうのはこれすごいなと思ってね。こういう風で。サスピンの位置だよね。これがまあ上下させることができるっていう。これまあ多分ひっくり返すと思うんですけども。
という風になってます。で、リアコンポーネンツはリアのこのモーターの位置っていうのも可変式モーターマウントっていう風で、適度なロールを誘発させるため、シャーシ上部にモーターマウント、モーターポジションを変更することでリアタイヤのグリップをセッティングできる。これね、要はね、モーターマウントが、モーターの位置が上か前かっていう風で調整できる。これもどっかで見たことある感じだよね。まあそうですね。非常にね、よく研究されてるシャーシだと思う。これ今読んでて、見てて思ったけども、めちゃくちゃ研究されてるね。そうですね。うん。でね、次、モーターバックプレート。要は、モーターマウントかな。で、ビギナーにとってハードルの高いギアのバックラッシュ、噛み合わせ調整が不要なモーターマウント。キット標準からギアレシオを変更する場合は、長ナブを使用し、強小性48ピニオン、ギア16丁から37丁が装着可能で。これさ、バックラッシュ調整が不要っていうのは、これちょっと気になるよね。そう、多分こう純正のこの24の時は、バックラッシュが不要で、ただ、ちょっとセッティング変えたいっていう人はもう多分してくださいってする場合は、そういうことか。はい標準はもう不要なんだけども、そのギアレシオを変える場合は自分でちょっと調整してねっていうことね。してやらんといかん。なるほど、なるほど。この辺はね、わかんない方はね、ぜひラジコントロールドリフトスクールというのをやってますんでね、ぜひ来てください。よろしくお願いします。なんで、この辺もね、よくある感じなのかなっていう。で、ギアケースに関しては、半トルクになってます。なんで、初心者とかも結構扱いやすいんじゃないのかなって。半トルクっていうのは、モーターが前に、回っている状態になるのかな。握るとリアにトラクションがかかりやすい感じになってます。これ、正トルク、半トルク、お互いいいところはあるんですけれども、正トルクの初心者というのは結構むずいですよね。そうですね。握るとケツが抜けちゃうんです。で、苦しんでる方も結構いるんですけども、その辺考えてそういう風になってるのかなって。で、ギアは最初からスプールデフ、ソリッドね、がついてるんで、リアの駆動部にはディファレンシャル機能を持たないスプール、リジッドアクセルを採用してスムーズなドリフト走行をサポートと。リジッドなんで、結構リアが安定してるっていうかね、そんな感じで、初心者の人にはやりやすいんじゃないかなっていう風ですよね。よくある、こういう完成品だと、最初からデフが入っている。タミヤさんの XB だとか、ヨコモさんの売りパックとかね、デフがついてて、それはそれで全然いいんですけれども、どうしてもリアがちょっとね、出やすい傾向になるんで、ちょっと難しいのかなっていう反面、ローパワーでもケツが出しやすいっていう特徴があるんで、これは良し悪しはあると思うんですけれども、この教書さんに関してはこのスプールデフということで、この、どっかのメーカーもね、最初、こんな感じになってるんで、よく研究されてるのかなっていう。これ、じっくり見れば見るほどガチだよね。そうですね。初心者の人はもう入りやすい。入りやすいよね。ステップアップもできるような。できるような感じだね。で、オプションパーツとして、競争コンペティション 2WD バギー用のギアデフとボールデフセットを流用できるっていうことなんで、オプションでギアデフとボールデフがあるということなんでね。これは、なかなかだよね。やばいよ、これ。びっくりしました。びっくりでしょ、これ。これも、よう似とるよね。そうですけど。そうですけど。で、次に、モアオプションパーツっていうところでね、さらにオプションパーツで、ロールを最適にコントロールするオイルダンパーを、標準装備。オイルダンパー標準装備で、これプリロードをかけるところはこれ多分プチってはめるタイプのやつだと思うんですけれども、最初からオイルダンパーついてます。でね、これもついてるの、これはギアカバーっていうのがあって、スパーとピニオンのところにカバーをボコってつけるやつがあるんですけども、そういうのもあるよって、これオプションかどうかちょっとわかんないですけど、あとベアリング、駆動系は、フルボールベアリング16個と、これついてるのかな？多分ついとるんじゃないかな。ちょっとこの辺ね、わかんないんだけど、この書き方だともしかしてついてるのかなっていうふうでね。でももし、知ってる人がいたらちょっと情報くださいと。でもこれ最初から、見ると最初からギアカバーとかついてるもんね。なんかついてそうだよね、これ。で、メカニカルコンポーネント。次にメカ類なんですけども、これまでドリフト RC カーを操縦した経験のない人も完璧にサポートするために最適なメカをご用意って。このどやってる感じ。いいと思いますよ。いいと思いますよね。で、ドリフト、まずね、受信機なんだけども、ドリフトレシーバーシステム with ジャイロっていうことで、ドリフト専用ジャイロ搭載受信機、ドリフト走行用に、アップデートされたジャイロユニットを内蔵した新開発の受信機を装備と。ステアリングだけでなく、スロットルにもジャイロが
ジャイロ機能が設けられ、それぞれのゲインの調整もダイヤルで行える。これね、ちょっと今読んでびっくりしたのは、普通ジャイロっていうのはステアリングだけの方に使うんだけれども、スロットにジャイロがついている。どういうこと？うん、そうなんです。今です。今読んでて、どういうことって思ったんで、ちょっとびっくりだよね。で、それぞれの機器が調整できる。うん。これ、興味深いよ。どういうこと？なんか横向けて握りすぎる人は、みたいな。ああ。昨日握りすぎちゃった。昨日はまあ、ぼちぼち。了解です。でね、次に、スピードコントローラーなんですけれども、アンプですよね、よく言われているのが。で、60A の大容量を誇る強小スピードハウスのスピードコントローラー、KA060 の 91W って、コネクターはスーパープラグ、全身ブレーキ更新、全身ブレーキ、全身更新の3種類のモードから選択可能。これなんか見た感じでよくなんか売ってるようなやつやね。うん、そうです。ね。うん。いいんじゃないっていう。ブーストはなさそうな感じです。まあこれ多分、ブラシ用のアンプだから。ブラシか。うん。で、次サーボなんだけども、ドリフト走行に適した動作特性の新型サーボになってて、をステアリングにしようと、新開発ジャイルユニットとの組み合わせで最適なカウンターステア操作を実現すると、またサーボの交換も用意っていう風で、このサーボ気になるよね。これ確かね、6000ぐらいだったんだ。あ、そうなんです。うん。で、ロープロじゃないんだけれども、これ試してみたいなってすごい思うね。これでもしバッチリハンチングとかあんまり出ないよっていうサーボであれば、これ結構来るよ。そう、他でも使えるんですよ。ねえ、うん。KS4072 の 06W って、これ、ねえ、なんか、読んだ感じは良さそう。で、次に、スピードコントローラーポジションって、まあ、ES、まあ、アンプの搭載位置がこれ、まあ、リアにしてあるっていう風なんだけども、ESC を車体後端に、搭載して、重量配分をドリフトに最適化と。で、ビス1本で脱着可能な専用トレーに固定され、メンテナンスもイージーっていうね。ランドセル背負ってるような感じだね。そうですね。まあ、どっかで。どっかでね。はい、はい。たまにね、いるんですよ、そういうの背負ってる人。あ、そう。うん、以前ね、誰とは言いませんけど。はい。で、モーターが540モーターね。これブラシモーターね。で、これ次、プロポなんですけれども、まあ、スロットルトリム、まあ、スロットルの調整だよね。で、ステアリングトリム、ステアリングの調整。ね。0ポイントの調整なんだけども。で、興味深いのが、スロットルエンドポイントアジャスト。って感じだよね。スロットルエン、だから、どこだけスロットがいくかっていうのも調整できる。まあ、要は、パワー調整だよね、多分。ってことでしょ、これ。で、そうですね。前側と後ろで。全身側、ブレーキ側の動作量をそれぞれ調整しますって。こんなんあるんだね。で、ステアリング、デュアルレートアジャスターって、これはね、これでも初心者用でこんなのついてないよね、普通はないです。これちょっとびっくりだよ。ステアリングとスロットのトリムぐらい。そう。なんで、ちょっと驚きだな。これはって感じだよね。そうですね。で、ボディスペックももうついてるので、まあこの辺はね、まあ見ていい。で、レディーセット。まあ最初についてるものになるんですけれども、まあ RC ユニット組み込み済み工場完成シャーシー。まあ工場で組んであるシャーシーと、塗装デカール組み立て済みのボディ。これは嬉しいね。さっきからもできてるっていう風で。シンクロ KT231P のプラス送信機っていう風なんで、これ多分受信機送信機だね。あと取扱説明書、あと六角レンチが 1.5 と 2mm がついてますって。あとセッティング変更パーツってことはついてるんだね。さっきのアーム類の。うん。やばいよね。で、走行までに必要なものということで、送信機用の炭酸アルカリ乾電池4本が必要になります。で、それと走行用のバッテリーと充電器がいるっていうことなんで、まあ、レディーセットとはいうものの、バッテリーと充電器はご自身で用意してもらわなくちゃいけないと。この辺はね、いろんなタイプがあるんで、ご予算に合わせて、まあ、買ってもらえればいいのかなっていう。まあ、一番安いやつは多分4、5千円であるんだよね。バッテリーとセットで。まあ、その代わり、充電の時間が例えば、一晩かかっちゃうとかね。そういうのもあるんだけども、まあ、それか、まあ、そういうリポとか、そういう最新のものであれば、充電器もだいぶ安くなってきたんで、まあ、いろいろバッテリー1本とよくあるちっちゃいショートタイプのね、
と充電器とあれ揃えて、まあ1万ほにゃららぐらいでいけちゃうんじゃないかなっていうところになってます。これだけはちょっと注意点だよね。俺バッテリーついてると思ってたのこれ。あ、そう、だからもう、ね買ったら走れるぞぐらいの。と思ったんだけども、ちょっとそこはなかったかなっていうふうにね。で、あとね、どこ行ったかな。オプションパーツでちょっと気になったところも少しあったんで、そこをちょっと見ていきたいんですけども、まあボディとかもいろいろあって、まあユニバーサルスイングシャフトっていうのもあるんですけども、まあこれスプール用とデフ用っていうふうに分かれてるんで、もしギアデフとかに変える人は、まあこれも変えてもらうというところですよね。で、あと、ステアリングクランクピンっていうのはステアリングのこのポストのところなんですけども、これもオプションでアルミが出てるんで、まあなんていうのかな、多分、実際やって叩くと多分グニャグニャすると思うんで、このフロントの配慮をかっちりさせたいという人は、このステアリングクランクピンのオプションとかも多分入れてもらうといいと思います。で、あと僕ちょっとね、気になったのがこれ。アルミフロントナックル。どうですか？これは初めて見る形ですね。これはもうガチだよね、これ。はい、これ見てね、ちょっとね、これを見たときに、僕ね、正直ね、このアルミフロントナックルのオプションを見たときに、あ、競争ガチだと思ったのね。そうですね。ガチだよね、これ。この形。なんですよね。でね、あとは、アルミブレーキディスクハブだとかね、これも出てて、まあ、モーターマウントのね、スペシャルバージョンとか、あとアルミのリアハブとかね、これ見てもらうと、こういう感じでね、これもどっかで、よく研究されてるなと思ってね。で、サーボホーンとかもね、アルミタイプが出てますね、いろいろ。25丁になってるのか。競争は25みたいですね。さあ、ギアデフセット2750円。安いね、意外と。あ、そうですね。まあでも、ユニバーサルとかも買えなかったね。っていうのもあるんだけども。スパーも買えれるようになってましたね。ちょっと気になっとったんですけど。スパギアホルダーね、売ってる。ありましたね。まあスパーも買える。まあギアギも買えれる。そうですね。純正が多分特殊ななんか止め方しとるなと思って見とったんですけど。あれもよく研究されてますね。すごいよく研究されてると思います、これ。いやー、ちょっとね、今、名倉くんと、まあこうやってじっくりホームページを見て研究しようって、もう発売がまあ4月ぐらいなんで、まだ時間があるんですけども、どうですか、これ。これはちょっと侮れん。侮れんね。侮れんです。多分これ3万ホニャララで、まあちょっとバッテリーとね、充電器がついてないっていうのはあるんですけれども、これかなりなんていうのかな、また、ドリフトラジコの裾野を広げる一アイテムにはこれ完全になりそうな勢いのやつだよね。まあこれで例えば、競争のファンの人とか、例えばミニッツとかやってる人とかが、まあこういう10分の1もやってみようかっていう足がかりにもなるしっていうですよね。まあちょっと気になるのはジャイロとサーボの相性、どのぐらいハンチングが出るのかとかっていうのがあるので、まあこれはね、まあちょっとよく見てみましょうというところなんですよ。まあでもこれが3万ホニャララ、全然いいな。まあ僕から言わせてもらうと、例えば山にキノコ採りに行った女性がいます。はい。40代女性、毒キノコを食べて渋滞っていうことにはならないと思います。そうですね。これね、今回ちょっとキノコ選びのちょっとね、アドバイスじゃないんですけども、ちょっとなかなかいい感じなマシンなんで、ちょっと僕も早く見てみたいなっていうふうにちょっと思ってしまいましたというオチでございます。最後に中村君から一言ありますか？いや、特にございませんということでね。はい。皆さん、長々とありがとうございました。これは、多分僕の勘だと買って大丈夫だと思います。よく研究されてるマシンなんで。あとは、他の部品とかがどんだけ利用できるかっていうところなんですよね。そうですね。タイヤとか。アクセルのサイズだとかっていうのタイヤは確か24ミリ幅って書いてあったんで、まあ、それでも最初から渡辺っぽいんですけど、いい感じだと思います。はい。じゃあ、皆さんね、まあ予約されている方は、まあ、到着を楽しみにしてもらって、予約されてない方はですね、多分どこも今完売になっちゃってると思うんですけども、どっか探してもらって、まあ予約してくださいという風ですよね。多分これ全世界に販売されるということで、まあ、京商さんの方もね、かなり力が入ってると思います。まあ、ドリフトのこういうシャーシもね、まあ、いろんなアソシだとか、トラクサスとかね、
いろんなメーカーも出してるんで、世界的な大ブームにね、乗り遅れないようにあなたも買ってみましょう。ありがとうございました。